ジャンクの海からこんにちは。東雲初里です。皆さん、見てください。これは12年前のハードディスクです。初里の家のシステムは、ほぼ SSD に移行してしまったので、この何が入ってるかわからない恐ろしいハードディスクのデータを処分するついでに、フォトジェニックなマシンにリメイクしていこうと思います。皆さんは原宿の竹下通りに行ったことはあるでしょうか？タピオカ、チーズハットグ、そして近年定番化してるのがこのレインボーわたあめです。今回はハードディスクを綿菓子機にリメイクしてフォトジェニックな綿菓子を作っていきたいと思います。そもそもこのハードディスク何が入ってるんでしょうか？ローファイルシステムがなさそうで何が入ってるのかわかりませんでした。謎すぎる。何に使ってたの？とりあえずフォーマットして分解していきます。綿菓子が飛び散らないようにボールを置く台とボールの中のザラメを回転させるための磁石ホルダーを印刷していきます。やっぱり部品を取りすぎてしまうと元の基板だとなんかおかしいぞーって回転を止めちゃいますね。ハードディスクのモーターは自分で制御しないといけないみたいです。ハードディスクのモーターは3層 DC モーターなので3つの端子に順番に電気を流さないといけません。なので3層モータードライバー基板を買いました。回転ができたら回りましたね。でも回転が不安定ですね。逆回転をしていたみたいで逆に回したらうまくいきました。回転がうまくいったので缶に穴を開けて溶けたザラメを飛ばす穴を開けていきます。そしてザラメを温めるためのアルコールランプを真ん中に作っていきます。よし、じゃあ試していくぞ。失敗しました。普通に考えれば簡単にわかる。アルコールランプを高速回転させたらこうなるってことくらい。穴を開けた缶を電動ドリルで回しながら火にかける作例がよくあるんでね、ミリシラでもいけるやろって思ってたんですけど、過去最高難易度ですね。アルコールランプが使えなくなったのでヒートガンで温めていきます。なんかうまくいきそうな気がしてきましたよ。なんとかちょっとだけできました。このままどんどん作っていきます。レインボーのザラメも投入します。なんかぶどまりが悪いですね。液状のザラメがボールにくっついちゃってます。綿菓子は1割しか取れない希少部位といったところでしょうか。ザラメは均一なのに希少部位とはこれいかに。なんとか皿いっぱいのレインボーわたあめが完成しました。本当に
ちょっとだけ綿菓子ができました。そして手袋がキラッキラに。さらに見てください。ボールにザラメの地層ができましたよ。宝石みたいですね。採取してみましょう。アメリカのお菓子のような、数の子のような、このキラキラ、ひょっとして美味しいんじゃないですか？結構綺麗ですね。これは食べ応えのあるクリスピーな飴。ザラメなので味は綿菓子で美味しいです。新感覚ですね。目にも楽しいし、いいんじゃないですか？続いて綿菓子。いただきます。ちょっとハードな綿菓子って感じです。今回はハードディスクを綿菓子機にリメイクしてみましたけど、ミリシラで作ったらまさかの高難易度で笛を燃やしたり、まさかの新感覚スイーツが誕生したり、破天荒な割に綿菓子はあんまりできなかったので、ちょっと失敗でしたね。アルコールランプもザラメが綿状にならなくって、焦って回転数を上げたらぶっ飛んでしまいました。意外と回転数が必要なので、ハードディスクのモーターでやるなら回転を安定させたり、あとはザラメの粘土が出来を左右するので、ザラメが一瞬で溶けるように熱源をもっと強いのにするか、熱を蓄える能力の高い容器で温める方が良さそうでした。ちょっと今回は失敗だったので、作戦を立てていつかまたリベンジしたいと思います。今回面白かったよって方は高評価、チャンネル登録、Twitter でシェアしたり、コメントをいただけると励みになります。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。